こんにちは、ケンです。今日は日本での節約について話します。最近は物の値段が高くなって生活が大変になりました。何でも簡単に買えなくなっています。そこで日本に住んでいる人やこれから日本に住みたい人のために毎日の生活でできる節約の方法を紹介します。どれもシンプルな方法ですが、コツコツ続ければ大きなお金になります。最後まで聞いてくれると嬉しいです。ぜひ自分の生活にも使ってみてください。日本のスーパーでは特売の日があります。例えば火曜市や金曜セールなどです。この日は野菜や肉、魚などが少し安くなります。安くなっているものは大きな文字で値段が書かれています。また夜に行くと昼と同じものをもっと安く買えます。スーパーは夜になるとお弁当やお惣菜、パンが安くなります。半額や 30% 引きのシールがつきます。これは時間が経つと食べ物が古くなって食べられなくなるからです。でも安いからといってたくさん買わずに食べる分だけ買いましょう。日本ではこのように夜に安くなることを知っている人が多いです。簡単にできるとても便利な節約の方法です。日本にはコンビニがたくさんあります。24時間空いていてとても便利です。でもコンビニの商品はスーパーよりも少し高いです。例えば同じペットボトルの水。コンビニだと120円ですが、スーパーなら80円くらいで買えます。お菓子やおにぎりもスーパーの方が安いです。コンビニはいろいろな商品が並んでいるので、ついお弁当だけでなく、飲み物やお菓子も買いたくなります。あらかじめスーパーやドラッグストアで安く買って、コンビニは本当に必要な時だけにすると節約になります。100円ショップも節約にとても便利です。ダイソー、セリア、キャンドゥなど、日本にはいろいろな100円ショップがあります。お皿やコップなどの食器、掃除道具、ペンやノート、キッチン用品など、生活に必要なものが100円で買えます。ただし、2つ注意することがあります。まずは、100円ショップという名前ですが、すべてが100円ではありません。中には300円や500円するものもあるので、値段をよく見て買いましょう。2つ目は、スーパーで買った方が安いものがあることです。例えば、キッチンペーパーやお菓子、飲み物などはスーパーの方が安い場合があります。お店の中にはいろいろなものがあるので、わからなければ店員さんに聞いてみましょう。店員さんは
優しく教えてくれるので、日本語の勉強にもなります。100円ショップは節約には欠かせないお店です。必要なものがあったら、ぜひ100円ショップへ行ってみてください。日本の生活では、電気、水、ガスの料金が毎月かかります。でも少し工夫すると料金が安くなります。使わないものは電気のプラグを抜いて電気を無駄に使わないようにしましょう。夏はエアコンを長い時間つけると電気代が高くなります。扇風機を一緒に使うと安く済みます。冬にはエアコンだけでなく服で調整するのもいい方法です。暖かい服を着たり厚手の靴下を履いたりすると節約になります。水道代を減らすためにシャワーの時間を短くするのも効果的です。お風呂にお湯をためるよりシャワーだけにした方が安くなることもあります。小さな工夫を毎日続けることで毎月の料金が安くなります。日本にはレストランやコンビニのご飯がたくさんあります。とても便利で美味しいですが、毎日食べるとお金がかかります。例えば、牛丼が1食500円だとします。1日3回で1500円。1ヶ月で約4万5千円になります。でも、自分で料理をすればもっと安くなります。例えば、カレーを作るとします。材料を1000円くらいで買えば、3、4回の食事ができます。1回の食事が300円ぐらいで食べられます。料理は少し時間がかかりますが、長い目で見るととても節約になります。さらに自分で作れば野菜も入れられて健康にもいいです。日本ではもったいないという言葉があります。これはまだ使えるものをすぐに捨てないという考え方です。まだ使えるけど自分にはいらなくなったものを簡単に売ることができます。スマホのアプリメルカリでは洋服や本、電化製品などを売ることができます。また、ブックオフなどのお店でも買い取ってもらうことができます。ただし、物を売るには本人確認のための在留カードやパスポートが必要です。また、高く売れるからといって使わないものをたくさん買って売ることはやめましょう。これは転売といって日本では問題になることもあります。もう使わないけどまだ綺麗なものは売ることでお金になり部屋もすっきりします。今日は日本でできる節約の方法を紹介しました。日本の生活は便利なこともありますが、お金がかかることもあります。でも、今日紹介した工夫で、毎日の生活をもっとお得に楽しくすることができます。
お金は稼ぐより節約する方が簡単です。だから、まずは小さなことから始めてみましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本に住む外国人が日本を好きになってくれるよう応援しています。また次の動画で会いましょう。グッドボタンやチャンネル登録をしてくれるとすごく嬉しいです。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。